おはようございます。画家のギソです。今日はですね、版画についてちょっとお話ししようかなというふうに思います。版画？例えば美術館とかに行って結構版画の作品って展示されていることあると思うんですけど、意外と皆さんよく分かっていないんちゃうかなと。単なる印刷やないですかとかっていうふうに思いはる人結構いると思うんですけど、やっぱ版画ってね、結構面白いんですよ。で、僕も実際大学生時代、もう今から25年以上前に、やってみたんですけども、非常に面白い。で、例えば作品を購入したいなとか、誰々さんの作品購入したいなとか思ってもなかなか高くて買えなかったり、絵を買ったことがないとかっていう人にとっては、結構一番初めに版画って買うのは意外とおすすめというか、値段的にも安価やったりしますし、かといってですね、ものすごくもう大量に世の中に出回るというわけではないので、版画というのを少し解説していこうかなというふうに思います。特にですね、技法のことを中心に話をしていこうかなと思います。こんな感じでやっているんやっていうことを理解すると、多分ものすごく美術館とか行って見方が変わると思いますので、ぜひ皆様の見方がこの動画によって変わればなというふうに思って、今日は動画を進めていきたいと思います。で、ちなみに版画って現段階ではおおよそ4つで、最近出てきたプラスアルファデジタルプリントみたいなものがあるんですけども、5つだいたい大まかなジャンルがあります。で、その原理とかを理解すると、どういうふうにやっているんやって理解すると、その美術館とか行って、わ、これってこういうふうにやってるから、わ、こうなんや、すごいな、こうやな、っていうふうに見方が変わると思いますので、今日はちょっと僕、専門じゃないんですよ、版画っていうのは。一応西洋絵画の、僕はその東京芸術大学というところで学んだ。それはもう今から、1998年やと思いますんで、25年前なんで、間違うと思います。間違ってたらすみません。もう皆さん最後は各自で勝手に調べてください。今日概要をちょっと頭の中に入れてもらえたらなと思って今日は動画を撮っております。で、大きく4つプラスデジタルプリント。で、デジタルプリントのこと僕1ミリも知りません。1ミリも知らないので今日は割愛させてください。で、あとはですね、シルクスクリーンと木版画。大学の授業でやったのは僕で銅版画とリトグラフなんですね。で、それを2週間ずつやりました。で、その時に聞いたこととかを中心に、あとウィキペディアとか、あと武蔵野美術大学さんのホームページとか、インターネット上にすごく書いてあったので、ちょっとその辺をわかりやすく、特に銅版リトグラフのところが中心になるかなと思いますけども、お話できたらなと思います。4種類ですね。じゃあ早速ですけど、4種類のうち銅版画っていうのがございますね。銅版画。何っていう感じかもしれませんけど、銅に、要は凹凸の凹凸、出っ張ってる版を作ることが凸版って言いますね。会社で凸版印刷とかあるんですけども、凹版、要はへこませる版のこと、銅版っていうのは、要は彫ってそこの中にインクを詰めていくという版画なんですよ。ちょっと思い出してほしいんですけど、木版画とかを例えば子供の頃とかやったことあるとか、小学校の図工なんかでやったことあるとかっていう人いると思うんですけども、あれは出っ張らす、凸版。要は出っ張らせた部分にインクが塗られていく技法なんですけど、銅版画というのはへこませていく技法なんですね。で、もともとは金工金細工職人みたいなところからヒントを得て、作られたということで、1400年代頃に大体出来上がっていったというふうに言われています。だから、1500年、1400年代頃から大体1500年頃、また1600年代とかっていうところで、すごく広がっていくんですけども、その中で直接技法っていうのと間接技法があります。もうわけわからなくなってきました。とりあえずまずね、銅の板をイメージしてください。銅版。一時銅が高騰した時に非常に高くなったりして、今はどんなもんか知りませんけど、銅の板があると。で、そこを簡単に言えばへっこませて、掘ったりとかして、そこにインクを詰めていくというのが銅版画というふうに思ってください。その中でも直接技法というのは、本当に直接掘っていく。で、例えばビュランと呼ばれる、ですね、あとはニードルとか、ビュランっていうのは彫刻刀みたいに先っぽがね、鉄のこうなってて、ちょっとこうなっててね、グイーッと掘っていく。
いくんですよ、本当に。グイーッと。で、そこに、要は V 字の形をした版をへこませて、そこにインクをすり込んでいくという、エングレービングという方法です。ビュランと呼ばれる工具によって、エングレービング。で、これはもう本当直接的にやってるからすっごい大変なんですよ。で、これを例えば、エングレービングという風に、技法の美術館に行ってエングレービングで書いてあったら多分一番大変ちゃうかなという風に思ったらいいんちゃうかと思います。こうやって彫っていくから。例えば、お札なんていうのの元になっているのは、そういう風にやったんですよ。エングレービングによって、という技法によってやったんですよ。というのを僕大学時代に習って、って言ってこうやってお札をまじまじと見たことありますけど、有名なところで言うと、デューラーっていう絵描きさんです。デューラー。皆さん聞いたことあるかと思いますけど、デューラーっていうのは、だからこう一歩一歩の線そうやって彫ってってると思うだけで、ゾッとしますよ。で、もうほんと原寸大なんで、今みたいなプリンターで縮小、拡大とかっていう風にできないわけですよね。原本のあれがあって、それを吸っていく。で、結構これは版自体が強いんですね。こういう風に凹ましてるだけやから、版自体強い。で、すごくただ大変っていうことで、ぎゅーっと、エングレービングという方法で彫っていくという方法がございます。ちょっとそれは直接技法の中でエングレービング。あとは直接技法の中にはドライポイントというのがあります。要は、ドライポイントっていう方法があるんですけど、もうそれはですね、ニードルでギギギギギって引っかくだけです。ガーッと引っかいたり書いたり。で、これ自体は版がニョコっとこうしてるわけね。ニョコっとしてる。ニョコっと。要は、鉄の、この部分がただ横に避けてるだけ、掘り出してるわけじゃなくて、なってるから、これがプレスとかをかけていくわけ。プレスってね、かけていったりとかして、吸っていくときに、これがニョコっとしてるのがぴょこっと入っていくから、あんまり多く擦れないんですよ。ただ、偶然的な線とかをつけることができるので、例えば、日本の池田益夫さんとかっていう人は、結構そのドライポイント。だから、版自体の擦られているのが5枚とか10枚とかすごい少なかったりするんですね。で、一般的にわからないですけど、今どんな感じかわからないですけど、僕は大学で教わった時に、その版画の先生から言われたのは、だいたい30枚ぐらいが、マックスやでっていう感じで。で、そのうち1割ぐらいが、アーティストプルーフとか AP とか書いてあったり、HC、フランス語で HC とか書いてあるのは、要は、作家自身のためとか、非売品ですせっていう風にするために、右下とか左下とかに書いてあって、サインがね、左下がだいたい書いてあるのかな。で、右下にサインが書いてあったりとか、真ん中にサインとか題名が書いてあったりすると思うんですけども、だいたいそういうふうに30分の1とか30分の2とか、アーティストプルーフまた別個でね、アーティスト自分のためにすりました、売りませんよとかっていうふうに、書いたりします。で、30分の1やから価値があるとかっていうことはあんま意味ないらしいです。30分の30でも30分の25でもあんまり価値は変わらないそうで、あとは AP とか HC とかっていうふうにあるということらしいです。ただそれが闇雲に300枚、500枚、1000枚、もちろんその現代の作家さんとかではそういった風に吸ってはる人がいると思うんですけども、じゃあそういうところでちょっと判断して、そんなに吸ってへんな、30枚ぐらいやったら、もしかしてすごい価値もあるもんかもしらんなとかっていう判断にできると思いますので、日本版画協会っていうのね、実際ありますけども、そういったところだったら多分30分のぐらいに50ぐらいがマックスかなっていう風に定めてはるのかな。ちょっとそこはよくわかりませんけども、そういう風に書いてある。エディションって言います。エディションね。よく今やったら時計とかでも限定何本の世界生産では何本ですとか言ったら何分の何とかで時計書いてたりするんじゃないですか。そういったことが一つの判断基準になったりします。で、ドライポイントっていう戻ると、ドライポイントっていうのは直接技法で版自体がニョコっとしてちょこっとするからプレスかけるとピコッとなると。わかります？ただビュランによってギュッと掘ったら V 字のだけやからなんぼでも擦れるという方法です。あとはですね、メゾチントっていうのがあります。メゾって何の略ですか？何から来てるんですか？チントって何々のようなやと思いますけども、メゾチントっていう方法があって、これはですね、ちょっとまた難しいんですけど、版自体を全部ね、真っ黒にするんです、まず。要は、こういう風になんて言いましたっけ、ブーってするやつがあるんですよね。ブーって、そうするとここのところに点々がついてて、版自体が全部真っ黒、ブルブルと点がいっぱいついてて、それを何度もやってると、版自体が真っ黒になるんですよ。で、それを確かスクレーパーって言ったかな、要は、そのザラザラしている上を舐めしていくようにやっていくと、つるっとそこの部分だけする。要は真っ黒にしてから明るいところを描いていくみたいなメゾチントという、浜口洋三さん、日本人やったら、浜口洋三さんとかっていう人とかが代表的なのかなっていうふうに思いますけども、そういうふうにメゾチント。
もう一度言いますけども、エングレービング、トライポイント、メゾチントっていうのが直接技法です。で、よく皆さんが目にするのは多分、間接技法の方やと思います。で、間接技法っていうのは、版に一度防食剤っていうのかな、要は一回コーティングをして、で、要は銅を引っかいたりすると銅が出てくると、何かをコーティングしてね、引っかいたりするとそう出てくる。で、それに硝酸の中に入れて、そこのところ要はコーティングされていないところがビューっと侵食されていくという考えでいいんですか？侵食されていて、そこが凹む。ね、黄斑ですね、凹んでいく。という方法で、ニードルとかで引っかいたりして書いていって、硝酸とかにつけて、その凹みをより深くしていったりとか、時間によって、長いことやれば深くなっていくし、みたいな。で、それが、皆さんよく聞いたことあるのは、エッチングという方法なんですよ。エッチングっていうのはそういう風に版に一回コーティングした上に剥がしていって、そこに侵食、間違ったらすみませんね。誰かコメントでね、間違ったら言ってください。勝手に後皆さん調べてくださいね。でいう風にしていったっていうのがエッチング。これはもう有名なところで言うと本当にもうレンブラントとかっていう人ですね。だからそういう風に見てみると、例えば凹ましていく時の時間とかによって深さとかも変わってくるわけですよね。ビューっと細かいような本当に線とかを引くっていうこともできるということで、エッチングとシャーっと書いて、そこに硝酸につけてっていう風に紙はプレスにかけて紙に吸っていくというのがエッチングで、もちろん併用ができるわけですよね。直接技法でほっといた線、ビュランによってやっといた線があって、それ以外はじゃあコーティングしたエッチングの線があってとかっていう風にもできたりするという方法があります。あとはですね、アクアチントというのがあります。アクアチント。アクアチントっていうのは、松ヤニって呼ばれる、野球で言うとロジンバッグってわかりますかね。滑り止めですね。松ヤニを、滑り止めみたいな粉ね。あれをファーっと版の上に、かけて、下から熱すると、その松ヤニがちょっと溶け出すんですよ。そうすると、プツ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 っとなって、要はプツ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 っとしたものがコーティングになって、でも、銅が見えている部分もあったりとかして、要はプツ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 っとしたような状態を作ることができる。アクアやから水のようなっていうことなのかな。アクアチントという技法とかもあります。だから併用することももちろんできたりする。あとはソフトグランドエッチングとかっていう方法とかもあったりします。そういうふうに要は直接的にやるのと不織液につける、間接技法、直接技法、間接技法というのがあって、美術館などに行ってみたときに、青木そのおっさん言うとったな、エッチングっていうのは、今例えば自分の家にある図録とか見てみて、これ版画ってあって、これこういう技法なんやって。で、そういう見方してあげると、ちょっと見え方とか変わってくるんじゃないかなというふうに思ったりとかします。こういった方法を少し、理解してもらえたらなというふうに思います。で、次はですね、木版画ですね。で、木版画はもう皆さんなんとなく頭にあるのは、昔は年賀状とかで僕も彫ったりしましたけど、要は、インクをつけたいところに、そこを、すごいですよ。そこを残して彫っていく。で、何版も作って、色を変えたりとかしていく。いわゆる浮世絵とかって呼ばれるものが、皆さん代表的な例なんちゃうかなというふうに思います。868年中国の敦煌で制作されたうんぬんかんぬんが、仏像が一番古いんじゃないかみたいなことを言われてたりとかすると。で、18世紀以降とかにどんどんなってて、日本とかでももう。で、木版画の中でも大きく分けて2種類あるとしたら、縦の目の版。要は木のね、シナベニアとか使うんですけども、そういった。で、そっちは掘りやすい。で、木自体は柔らかい。あとは小口木版って言って、木をズボンと切ったらこういう風になって、ぐるぐるって年輪がなってでしょ。あれってすごい硬いんですよ。で、すごい硬い小口木版と呼ばれるものがあったりとかします。こういうふうに版材によっても種類が少し、板目木版っていうのと小口木版っていうのがあったりします。だから例えば、これは板目木版で大きな版があってこうしてんねやなと。例えば小口木版っていうのは木の形が見えるぞとか、こういうふうに見えて、で、すごい硬いからそう。ただ、硬いから克明な描写ができるけど、それ、彫ってることを想像してほしいんですよ、僕は。彫ってること。この硬いところを残して彫ってってるんや。
もう失敗できへんわっていう風に思って彫ってると思うと、非常にこれはまあ見え方が面白くなってくるんじゃないかなという風に思います。ちなみに浮世絵っていうのは江戸時代から大正時代に絵がかけて描かれた世の中風俗を描いた絵のことで、この世は浮世で、嫌なことばかり、それならウキウキと浮かれて楽しくこの世を謳歌して暮らしたいと浮世絵の字が当てられましたという風にウィキペディアで書いてありましたんで、読みましたけれども、ウィキ過ごしたいなということで、浮世絵という、そういう版をインクの乗ってる部分を残しているんやと思うと、細い線とか、あれ残して彫ってんやと思うと、皆さんちょっと見え方変わりませんか？私はそういう風に見え方が変わることが大事かなという風に思います。で、次はリトグラフです。さあ、これがまた難しいですよ、リトグラフ。聞いたことあるかもしれませんね、リトグラフ。有名なところで言うと、ロートレックとかのポスターとかね、あとはもうミュシャですね、ミュシャの。で、これは先ほどのへこませる銅版画、出っ張らせる、木版画。黄版、突版ですね。に対して、平板って、平版って言います。あとは石版っていう風に略されたりも、もともと石に書いていたという技法なんですけど、これちょっとややこしいんですよ。でもこれは僕授業でやってすっごい面白かったんですけど、銅版とリトグラフやったんで、非常に二つは面白かったなと思うんですけど、これね、簡単に言うと、簡単に、昔は石やったけど、今はアルミ板とか、そういった鉄の製のものとかに書いたりとかするんですけど、平板って平たい版でしょ。何もへこんだりしないでしょ。で、例えばマジックとか、クレヨンとか、油分のもので書くでしょ、ビューッと。で、そこにちょっと特殊なものでピュッと加工して、で、今度はここの書いた油分のところだけを、ちょっと油分でね、取ることができるんですよ。またわけわからないでしょ。取ることができる。で、取って、そして今度ここにまたインクを全部すり込んで、今度はこのコーティングした部分だけをまた取る。その科学的なこういう反応によって、取ったり残したりとかして、で、初めに書いたマジックとかクレヨン、油分、あとダーマトグラフと呼ばれるような、鉛筆に近いような状態で書けたりするようなもので、書いたものが塗り残るわけですよ。わかりました？初めに書いた、コーティングした。コーティングして、次はインクのとこだけ取り除いた。そして全体にインクをすり込んで、そして今度はコーティングした部分だけ取り除いたみたいな、油と水の作用、反作用みたいなものを利用して、版を作る。要は、今へこましても出っ張らせてもないわけですよね。平らな上やから。っていう方法がリトグラフ。わかりました？だからそういう風に見てみると、この作品はリトグラフなんやと思ってみたら、こういう風にすごいデッサンがもうまんまそんな感じでできるとかっていう風な感じがあったりすると思うんですけど、っていうことなんですよ。油分で書いてって。だから本当に版自体に手の油とかついてあかんんですよ。だからそういうところはすごい気を使いながら書いていって、シューッと書いていって、で、コーティングして、版をするときは、このすり師の人とかに任せたりするんかもしれないですけど、私は授業でやったときはそういうの全部。いろんな結構技法とかがあって、新しい技法の方かなと。でもそれでも1700年代の後半ぐらいにできたということなんですね。だからちょっと銅版画とか木版画とはまだ全然違う。そうか。ミュシャはそういう風にやってんねやなとか、ロートレックとかリトグラフで書いてあったら、こういう技法なんやなっていうことが、ちょっと理解できたんじゃないかなという風に思います。わかりました？で、じゃあ最後は、シルクスクリーンという方法ですけども、これまた、シルクスクリーンっていうのは、ざっくり言ってしまう。僕これ授業でやったわけじゃないし、何か細かく理解できているというわけじゃないですけど、簡単に言うと、T シャツとかになんか書いてあったりするでしょ。なんとか。そういう T シャツとかに、で、これはね、後版って言います。子供になんかにょこってやつね、にょこ。で、後版。で、要は、穴です。穴。で、一番、ね、僕の視聴者、ヤングな人が多いからあれなんですけど、昔プリントごっこってあったんですよ。もう本当に便利になってきて、そういうね、もう今はそういうことも何のこっちゃと思うかもしれないですけど、昔プリントごっこって言って、版を作ったら、ガシャーンとかすると、ビカーンと光って、何かそのところにビカーッという風になるんです。すいません、基本ばっかりで。それによって、要は、ね、穴が開いて、要はシルクですからね、シルク。で、そこに穴が開いて、で、項ができるわけですよ。で、そこにインクをすり込んだりすると、T シャツとかのプリントのね、ビューっとした時にできると。
っていうのがシルクスクリーンのざっくりした原理。細かく自分で調べた方は調べてもらったらいいと思うんですけど、有名なところで言うとアンディ・ウォーホルとかっていう人がそういう風にやったわけですね。だから一つの版が出来上がったり、それを何層か重ねたりとかして、それで色を変えたりとかして、マリリン・モンローの髪の毛の色がこう違うんやとか、肌の色こうちゃうんやとかっていう風に、違ったりする。でも、もうね、例えばアンディ・ウォーホルの作品1億円とかするわけじゃないですか。もしかしてそういう風に版画というのもガーンとこう値上がりしていくということもあり得るわけですよね。だからちょっと皆さんの中でこういうふうに大きく銅版、よく美術館で見るのは一番見るのは銅版なんちゃうかなとか、リトグラフが多いかな。木版とか日本の美術展とか自分の地域の展覧美術館とかに行ったりすると版画とかあって、もうこれは単なる印刷物やって今みたいな簡単に印刷ができるわけじゃないですよね。こうセブンイレブンに行ってローソンに行ってコピー取ろうピービービーとかね、家のプリンターでピッとしたビーとかっていうわけではなくて、そういうふうにこう職人さんが吸ったりもするし、版を作る人がこうやってやったりとかするし、銅版ってこういうふうにさっき言ったように直接技法っていうこうねビュランと呼ばれるものが一個一本線をこう引いていったということがあったりするし、エッチングみたいなこう細い線ビューってやってるのはこう腐食液につけてこうなってるんやでとかって、いうことやったりとかするしっていうことで、版一枚一枚が多少すりの違いとかは出てくるわけですね。でそういうのもこう、味わいになってきたりとかしますし、版自体っていうのが、そんなにこういっぱいすれるというわけではなかったりもするので、ということだったりします。ではちょっとこう、今日はもう本当にもう間違えてることいっぱいあると思うんですけど、皆さんがこうヒントになれば、美術館とか行った時にヒントになってくれればなというふうにね、思って今日は動画を撮ってみます。NFT とか僕全然もう本当に、大体なんとかトークンとかもう全然理解できないですけど、今まであった歴史のことを少し知ると、また自分の制作とかのヒントになったりするかもしれませんので、ということで今日は版画についてのお話でございました。今回の動画良かったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。では、チャンネル登録もよろしく。